ご視聴ありがとうございます。ここは神奈川県川崎市高津区にある東急田園都市線の梶ヶ谷駅です。今回はこの田園都市線で起きた接触脱線事故の動画です。まだ運転が再開されていない時の現地の様子と事故の概要、運休区間の様子を見ていきます。ここがその現場。画面右が梶ヶ谷駅、左が下り方面の隣の宮崎台駅で、ここは梶ヶ谷駅からほど近い場所です。10月5日日曜日の夜11時5分頃、この梶ヶ谷駅の構内で脱線事故が起きたのです。画面向かって右側、中央林間発渋谷行きの10両編成の上り各駅停車が、向かって左側に停車中の10両編成の回送列車に接触し、回送列車が脱線しています。この時は復旧前で、回送列車の最後尾の車両が脱線した状態です。下り寄りから見ると、進行方向前側の台車が進行方向右側に脱線して、作業員が周りに集まっています。一方、進行方向後ろ側の台車は、そのままレールに残っています。上り各駅停車に右から衝突された弾みで、回送列車の最後尾に左向きの力が働き、後ろ寄りの台車を支点にしたてこの原理で、前寄りには右向きの力が働き、衝突箇所から遠い方の台車が脱線したようです。線路の反対側から見ると、向かって左の最後尾の車両が脱線したことで高さが低くなっているのがわかります。接触した箇所では、車両の先頭にある廃車置きと呼ばれる障害物を跳ねのけるための部材がめくれています。廃車置きは交換可能で、車両先頭部の部材も強化プラスチックという部材でできているため、比較的容易に補修や交換ができます。これらの部材は、踏切事故や人身事故で破損することが多いからです。ただしこの車両は大半がステンレス製です。接触した箇所の側面が見えないので何とも言えないですが、ステンレスは破損した時に部分的に補修するのが難しいため、状態によっては廃車になる可能性もあります。なお、回送列車は東急の5000系という形式で2002年に登場した車両です。中でもこの編成は最初に製造されており、製造から23年というそこそこの期間が経っています。また、衝突した上り各駅停車の車両は東急の2020系と呼ばれる形式です。あの編成は2020年に製造されたもので、まだ5年余りです。あちらも側面に傷がついています。下の方にはっきりと傷があり、3両目と2両目には横に1本傷があり、1両目は2本傷があります。上り列車の乗客と乗務員合わせて151人と、回送列車の乗務員3人に怪我はなく、死傷者が出なかったことが不幸中の幸いです。現場の様子を上から見た様子がこちら。梶ヶ谷駅は、ホーム2つ、線路4本の構造です。下り寄りには列車を止めるための留置線があり、事故が起きた留置線は上下線の間にあるこの1本です。上り線の横にある留置線は今回の事故に直接関わる場所ではないです。梶ヶ谷駅の2本の上り線のうち、本線は通過列車専用で線路側に柵があるので乗り降りもできないです。田園都市線の急行と準急は梶ヶ谷駅を通過し、梶ヶ谷駅に停車するのは各駅停車だけです。そのため、事故を起こした上り各駅停車のように、梶ヶ谷駅に停車する列車は駅の手前で本線から対比線に入ります。回送列車は、その日の夜10時27分に中央林間駅を上り各駅停車として発車し、10時37分に終点の長津田駅に到着するダイヤです。そこから回送列車になり、梶ヶ谷駅の上り対比線に到着して下り方面に走行し、留置線に入る途中でした。なお、この列車が梶ヶ谷駅の留置線まで改装されたのは、田園都市線の都心寄りには車両を止め置ける線路が少ないからです。田園都市線で最大の車庫は、路線の下り寄りの長津田駅にあります。それだけだと、朝は長津田駅から上り寄りの区間に車両を出す必要があり、上り寄りの区間の本数が増えるまでに時間がかかります。逆に夜は上り寄りの区間の本数を早めに減らして車庫に車両を収める必要があり、ダイヤが制限されます。そのため、上り寄りにある留置線などに車両を分散させ、便利なダイヤを作っているというわけです。事故がなければ
この車両は翌6日月曜日の朝に下り寄りの鷺沼駅まで改装され、6時12分発の中央林間行き下り各駅停車として運行される予定でした。この回送列車は留置線に向けて走行中、本来の停止位置より手前で停止していたといいます。これは本来の手順とは異なるものだったようです。留置線の先は行き止まりで、車両が車止めに突っ込まないように速度を下げる必要があります。所定の速度を超えてしまった場合、自動で非常ブレーキがかかります。好ましくはないですが、決して珍しいことではありません。ただし当時、回送列車の最後尾が留置線からはみ出した状態でした。そこに接触したのが、上り各駅停車だったというわけです。上り各駅停車の運転士は、回送列車が通常より近い位置に止まっていることを確認して非常ブレーキをかけたものの、間に合わなかったといいます。梶ヶ谷駅の手前のポイントはカーブが緩く設計され、割と速度を出しやすかったことに加え、夜で見えにくかったのも要因と言えそうです。接触当時の速度は時速48キロだったそうです。ただし本来なら、上り各駅停車の自動列車制御装置 ATC が作動し、接触前に停止するはずです。その後の調査で ATC のプログラムにミスがあったことが判明し、このような状況では上り各駅停車の ATC に停止信号を出せない仕様だったことが分かっています。これは2015年3月に梶ヶ谷駅の線路を改修した時 ATC の設定を誤ったことが根本的な原因です。そのようなミスがなぜ起きたのか、その原因はまだ特定できていません。東急はこの事故を受け、留置線の使用を中止していますが、ATC のプログラムの改修を行い、9日の始発からは留置線の使用を再開するとしています。なお、回送列車を運転していたのは、見習い期間中の運転士だったことが分かっています。列車の運転をするには動力車操縦者運転免許という免許が必要で、それは座学と実技を含む国家資格です。もちろん、乗客を乗せた列車が走る線路で研修することもあります。こうした状況では指導役のベテラン運転士が添乗するのが普通で、見習い運転士が運転していたこと自体は事故原因ではなく、ATC のプログラムミスが原因です。近くの道路には、テレビなどの取材陣も訪れています。公道からだと距離があり、画角にうまく収められる場所が限られているため、狭い場所に取材陣が集中しています。杖をついたおじいちゃんは、通るのも大変そうです。歩道の幅は広いとは言えず、周辺環境の兼ね合いで自転車が歩道を走ることもあるため、結構大変です。事故現場の近くには東急の整備拠点があり、作業員が集まっています。東急の作業車が追加でやってくる場面もあります。数十人の作業員が集まり、車両の状態などを確認しているものの、この日は天気が良くない場面もあり、雨足が強くなることもありました。雨足が強まると作業員も一時撤退するため、現地の作業はすんなりとはいかないです。国の運輸安全委員会は鉄道事故調査官を現場に派遣し、事故翌日の午前11時頃から現場の確認を進めています。東急の作業員がたくさん集まっているものの、運輸安全委員会の現地調査が終わるまでは現場保存が義務付けられ、車両を動かすことはできないです。事故翌日の6日中の運転再開は事実上断念され、7日の午前0時半頃に全線で再開しています。東急のウェブサイトでは、これを受けたお詫び文が掲示されています。各駅の様子を見に行きます。梶ヶ谷駅では改札が閉鎖されています。この事故で、田園都市線の渋谷駅から鷺沼駅の間と、大井町線の二子玉川駅から溝の口駅の間が運転見合わせになっています。列車の折り返し運転ができる駅が限られているため、運休区間は結構広くなっています。また、大井町線と東横線では、Qシートのサービスが中止されています。Qシートは東急の有料座席指定車両で、夕方のラッシュ時の列車で運行されています。大井町線の Qシートは、大井町駅から長津田駅の間で実施されます。サービスの性質上、大井町駅から二子玉川駅の間の停車駅は乗車専用で、二子玉川駅の次の溝の口駅から先は降車専用です。
二子玉川駅から下り方面が運休しているため、Qシートのサービスができないのです。東横線の Qシートは今回の事故とは無関係ですが、東横線は田園都市線の振り替え輸送ルートの一つで混雑が見込まれます。Qシートは1両丸ごと座席指定車両にし、立って乗ることはできません。混雑を裁くことを優先し、Qシートを中止したようです。梶ヶ谷駅の改札の前には看板が掲示され、復旧見込みが立っていないことが案内されます。やってきた人に対して駅員が案内を続けており、やはり復旧見込みを尋ねる人が多いようです。出口正面の講堂にも取材陣が集まっています。梶ヶ谷駅にはバスターミナルがあります。一番本数が多いのは田園都市線の鷺沼駅行きで、日中1時間あたり6本ほどあります。ただし鷺沼駅までの途中駅には寄らないらしく、代替ルートとしてはちょっと不便です。次に多いのは小田急線の向ヶ丘遊園駅行きで、田園都市線の駅は経由しません。上り寄りの隣の駅は田園都市線と大井町線の溝の口駅で、両線とも動いていませんが、JR 南武線に乗れるので、歩いて向かう人も多いらしく、途中の道路は結構混んでいます。歩道が狭く、ガードレールもないので安全ではないです。続いて、田園都市線と大井町線の溝の口駅です。溝の口駅では田園都市線と大井町線が両方運休しているため、列車が一本も来ません。運休を知らずに来る人もいるので、改札では係員が案内に追われます。モニターには振り替え輸送の経路も出ていますが、主要駅しか乗っておらず、適切なルートをパパッと読み解くのは難しいので、係員にルートを尋ねる乗客がたくさんいます。券売機も発売中止になる時間が多く、こうしたところにも事故の影響が出ている感じがします。なお、改札機にはロープがかけられて通れないですが、駅構内に入れないわけではないです。溝の口駅の改札階にはお蕎麦屋さんとパン屋さんがあり、列車が運休していてもこれらのお店は営業しているからです。溝の口駅の2024年度の1日平均の乗降客数は14万2000人余り。東急有数の拠点駅だけに普段は混みそうですが、この日の朝から午後2時頃までの間にパン屋さんに来たお客さんはわずか10人ほどだそうです。バスターミナルには代替ルートを探る人が並びます。拠点駅だけあってバス路線も集まっていますが、田園都市線の周りの駅にパパッと行ける路線は案外少なく、運休区間に行くのは簡単ではないです。二子玉川駅まで行ければ大井町線が使えますが、溝の口駅と二子玉川駅を直結するバスはないらしく、移動するのも一苦労です。続いて二子玉川駅に移動です。二子玉川駅では大井町線の列車が大井町方面に折り返しています。田園都市線は上り方面も下り方面も運休なので、列車は一本も来ないです。二子玉川駅から下り方面に向かうため、線路の横の二子橋を歩いて渡る人がたくさんいます。この橋はかつて田園都市線の車両が車と同じ場所を走る鉄道道路併用橋と呼ばれる形態だった橋です。設計が古くて歩道がこちら側にしかなく、幅も狭いので混みます。二子玉川駅の下りホームの様子がこちら。大井町線の列車から降りた乗客は出口に向かうため、しばらくするとホームは誰もいなくなります。夕方のラッシュ時に乗客が全くいないという、かなり珍しい光景です。当駅止まりの列車が到着です。大井町線には各駅停車と急行がありますが、今は各駅停車だけです。大井町線の車庫も長津田にあり、それ以外は一部の駅に留置線があるだけです。事故が起きたのが夜11時台で、車両の数自体が減っていたため、列車本数が大幅に減っています。なお、モニターや表示器に運行状況が表示され、アナウンスでもひたすら案内されているにもかかわらず、下りホームで列車を待ち、当駅止まりの列車に乗り込んで駅員に降ろされる人がそこそこいます。事故現場の北側には大井町線の留置線があり、4本の車両が留め置かれています。大井町線では各駅停車が5両編成、急行が7両編成で、車両も区別されています。この4本は7両編成で、急行に使われます。事故車両とは直接バッティングしない位置ですが、
送電を止めている関係もあり、この4本の車両は動かせないです。この4本を動かせれば、田園都市線の代替ルートである大井町線の運行もだいぶ改善するだけに、かなり惜しい状況です。大井町線で動かせる車両は5両編成が数本だけで、5両編成は通常各駅停車専用であることに加え、車両の数自体が少ないため、全て各駅停車にしないと乗客をさばけないです。二子玉川止まりの列車は、下り寄りの線路に止まります。普段はそのまま溝の口駅まで行きますが、今はあそこで進行方向を変えて折り返します。大井町線の列車は二子玉川駅でも折り返せますが、田園都市線の列車は線路の配置の関係上、二子玉川駅では折り返せないです。渋谷駅から二子玉川駅まで運転できれば、影響もかなり減りますが、設備的な制約はやむを得ないです。運転士と車掌の位置を入れ替えて、上りホームに入ります。なお、溝の口駅まで向かう大井町線の列車をたまに見かけることがあり、列車自体を動かせないわけではないです。乗客を乗せた状態で動かすのが難しいのか、あるいは溝の口まで動かすと乗客が集中してさばけないからでしょうか。すべての列車が各駅停車大井町行きですが、発車案内表示器には種別や行き先などの表示はなく、真っ黒のままです。発車のタイミングも都度決めているので、発車時刻の表示もなく、発車案内表示器は運行状況を流すほか、列車が来たことを知らせるだけです。まもなく3番線に電車が参ります。まもなく3番線に電車が参ります。駅構内のアナウンスでは、電車が参りますとだけ放送されます。二子玉川駅では上り寄りの端に改札があること、大井町駅でも同じであることから、上り列車の先頭車両が混雑します。駅員が後ろ寄りの車両への移動を促しますが、そう簡単にはいかないです。この隣には、田園都市線の車両が電気を落として留め置かれています。平日夕方なら本来は上り列車も混むだけに、どこまでもイレギュラーな光景です。渋谷駅に向かいます。田園都市線の起点であり、直通する東京メトロ半蔵門線との境界駅です。渋谷駅で折り返す列車は早朝と深夜に何本かあるだけで、それ以外は渋谷駅を介して直通するのが基本です。ただし、今は半蔵門線からの列車は渋谷駅で折り返し、田園都市線への列車はありません。渋谷駅から下り寄りが運休になっているため、ホームは半蔵門線の列車を待つ乗客でごった返しています。普段は田園都市線からの列車が到着する2番線には、半蔵門線からの列車が入ってきます。ここで乗客を降ろし、ホームで待っている乗客を乗せます。半蔵門線も列車本数が大幅に減っています。これは半蔵門線の車庫が田園都市線の鷺沼駅にあるからです。半蔵門線の建設時、線内に車庫を設ける土地がなく、直通先の田園都市線の鷺沼車庫を東急から譲り受けたのです。東急は長津田に最新鋭の車庫を作り、数本の留置線以外の機能を長津田に移転しています。渋谷駅と鷺沼駅の間が運休しているため、鷺沼の車庫から車両を持ってくることができず、少ない車両でやりくりしています。渋谷駅のホームは狭く、たくさんの乗客をさばくにはキャパ不足です。普段より列車本数が少ない分、列車1本あたりの乗客が多く、到着した列車の乗客が全員ホームに降りるため、混雑が深刻です。なお、日中の半蔵門線の列車は各駅停車と急行が1対1で、各駅停車は押上行きで東武線には直通せず、急行だけが東武線に直通します。車両が少なく、全ての列車は維持できないため、東武線直通の急行を維持し、東武線のダイヤに影響が出ないようにしています。渋谷駅から二子玉川駅の間にも乗降客数の多い駅がいくつもあるため、渋谷駅のバスターミナルも混雑しています。また、運休区間の沿線では電動キックボードの需要が高まり、借りられる機体がほとんどなくなる事象も起きています。運輸安全委員会の現地調査が終わって事故車両の移動が済み、7日午前0時半頃から運転を再開したものの、丸1日運休が続いたことで大きな影響が出ました。
ATC のプログラムミスが原因であることが判明し、必要な改修が終わり、梶ヶ谷駅の留置線の使用が再開されることで、田園都市線は本当の意味で正常化する見込みです。ご視聴ありがとうございました。